皆様こんにちは。今回は京都の烏丸御池にあります室町結衣の懐石料理動画でございます。訪問日は2024年6月、1年で一番日が長い夏至の季節、18時近くに到着しましたが、まだまだ明るいですね。室町結衣は地下鉄烏丸線と東西線が交わる烏丸御池駅からほど近い押小路通り沿いになります。一番近い駅出口からは徒歩で3分ぐらいの距離ですかね。本日は私たちを含めて3組の予約が入っているようですね。一番奥の席に通されましたが、この席が今のところ一番多いかな。実は今回何も言わなくてもビールが出てきました。おかみさん曰く聞くだけ手間やなと思ってと、まあその通りなんですけどね。ちょっと嬉しかったです。今日使われました？ちょっと昨日です。あ、よかったです。今日のお酒は佐賀県の鍋島からご用意いたします。妻は最初から日本酒で攻めるので、しばらくは一種のアルコールで料理を楽しんでいきます。昨日ですね。昨日です。あ、奈良ですね。よかったですね。昨日やったらね、今日新幹線がもしかしたらあかんかったかもしれないので、大雨で京都。今日の一番手は鍋島ですね。室町結衣では料理に合わせて日本酒を選んでくれます。では今日も食前酒から失礼します。今日は山形のお酒ですね。山川光雄っていうお酒ですね。裏に書いてあるんですけど、4つのこちらの酒蔵さんが一緒に作ったはるお酒ですね。室町結衣の懐石料理は食前酒から始まります。食前酒は日本酒ですが、銘柄は毎回異なります。このように杯でいただきますよ。6月、水無月なので、水無月のトマトです。昔氷を食べる行事というか、茶わらわしというか、夏を乗り切るためにキムルに寝かした氷を食べる。で、庶民が食べれなかったので、それに見立てて水無月っていう和菓子が作られて、上に小豆がある和菓子あるじゃないですか。あれを氷のかけらの形にして氷を舐める習わしなんですけど、それに見立てたごま豆腐です。上の小豆は薬用系、悪魔よ系で、下にお出汁のジュレ引いて、今日は青森の大間のウニを吸ってます。まあお豆腐と一緒に召し上がってもらったらいいかなと。ジュレと一緒に。で、氷は氷の節句なので、削った氷と一緒に、氷も一緒に召し上がってください。料理の説明も細かく勉強になりますね。京都で6月に食べる和菓子水無月、形を見るとなるほどと思いますよ。いやー、それにしてもビールがうまい。ホテルから40分かけて歩いてきたことも重なり、今夜はお酒が進みそうです。それにしても室町結衣に来ると京都に来た実感を強く感じますね。はい。
でそう。朴葉寿司です。朴葉で包んで、温かいお寿司入ってます。能登の毛ガニですね。毛ガニのお寿司。裏に用紙で留めてあるんで、抜いてもらって、お箸で召し上がってください。広げていただいて。手前は、新ごぼう醤油漬けです。能登の毛ガニを寿司にして朴葉の葉でくるんだ朴葉寿司です。朴葉寿司のもともとの由来は農作業で忙しい時でも手軽に食べられる携帯食で岐阜県の郷土料理です。そういえば大将は岐阜県のご出身だったかな。朴葉には清涼感のある香りがあるためお寿司にすると美味しさがアップすると言われています。ここに毛ガニを持ってくるとはやられましたね。確かに朴葉寿司は具材の種類も味付けも作る人によって様々ですが、こんな贅沢な朴葉寿司は初めて見ました。ひげに失礼します。すいません。お魚おこぜですね。純菜の本当にお椀の蓋を開けた瞬間の香りをお伝えできないのが残念です。本日のお魚はおこぜ。日本で一般的におこぜとは鬼おこぜのことを指します。おこぜは背中に毒を持つ見栄えも悪い魚ですが、冬のフグ、夏のおこぜと言われるくらい身は上品で味わい深く美味しい魚です。おこぜの周囲に漂うのは秋田の名産ジュンサイ。ジュンサイは水生植物で太陽の光を受けるとぬめりがキラキラ輝くため食べるエメラルドと呼ぶこともあります。日本のジュンサイの約9割が秋田で生産されているそうです。失礼いたします。お魚アコウです。これ愛媛県から、はい、これも朝まで置いてて寝かしてないので結構食感しっかります。お醤油お塩つけてわさびと一緒に召し上がってください。これ何ですか、緑の。これインゲン豆ですね。インゲンですか。なんか美しすぎて、なんかインゲンってインゲンのようで、って。ちょっと梨に浸しちゃうのでそのまま食べてください。しっかり味付けて。アコウは地域によって呼び名が変わる魚です。関西や瀬戸内地域でアコウと呼ばれるこの魚は関東ではキジハタというのが一般的なので、東京などの関東の人がアコウと聞くと
和光台をイメージしてしまうのは仕方がありません。ちなみに愛知では小豆マス、山陰では赤水、長崎などでは赤あらと呼ばれるみたいですね。塩結構やっぱりつけても食感がないね。キジハタは赤い斑点を持つ高級魚。淡白で上品な旨味が魅力的な魚で、旬は何といっても初夏と言われます。やや固めの心地よい食感と透明感のある身質で、刺身で食べる場合は個人的には塩だけで食べるのが一番好きかな。もちろんわさびで醤油で食べるのも美味しいですよ。全然いいんだよ。します。失礼いたします。淡路のハモです。皮目だけ破って、下に喉のもずく入れます。で自家製の梅肉お出汁でちょっと割ってわさびされてるんで、梅肉と一緒に混ぜてもらったらいいかなと思います。梅肉わさびにして、上に乗ってるきゅうりはお花も全部食べれるきゅうりです。ハモ、京都の夏の風物詩として代表される旬の魚ハモ。今回は焼き霜で室町結特製の梅肉でいただきます。焼き霜とは主に魚の皮面を熱せられた炭や強火で炙って焼き目をつけたもので、中の身はほとんど生の状態で仕上げています。京都といえばハモ料理を思い浮かべることが多いですが、一体なぜなのでしょうか。それは魚が手に入りにくかった時代、産地からの長時間の輸送に耐えられるほどハモの生命力が強いからだったと言われています。海から遠い京の都まで運ばれてきてもハモは鮮度を保つことができました。
ハモの産地は西日本に集中していて、その中でも兵庫県の明石や淡路島が大変有名です。喜山って読みます。はい。カエルのです。どうぞ。最後お出しを取ってください。大丈夫です。新潟のお酒ですね。これが洋が。はい、美味しいですよね。やっぱり。翡翠ナスとはナスの調理法の一つで、日本料理では定番の料理です。翡翠は薄い緑色なので、ナスをその色に仕上げることを指します。ナスのあく抜きも油で揚げて氷水で急速に冷やすことで、紫色の皮がきれいに剥がれます。そのナスをお出汁に漬け込んで美味しくいただくという工程になるわけですね。もちろん自分は作れませんけどね。ピンクピンクです。いいですね。でもなんか結構そうなんですけど、結構好き。失礼いたします。8寸です。焼き物これうなぎです。もうシンプルにタレ焼きして3種類売ってます。あったかいので先召し上がってください。隣にきゅうりとみょうがでちょっと和え物作って、うなきゅうみたいなイメージで、はい、一緒に召し上がっていただいたら、でタコの柔らか煮とガラスの器はトウモロコシのすり流しで、静岡の未来コーンっていう1本で1本しかできない全部間引きして1本に全部入れていくされてるスパコンです。これお砂糖一切使わずに最後お醤油だけちょっとものもなって入れましたけど、だけで作ったすり流しです。最後グイッと飲んじゃってください。万願寺とつぶ貝の鉄板からし水素代のものです。どうぞ。ハッスン、懐石料理でもよく聞く名前、ハッスン。このハッスンを一言で言えば酒の魚ですね。本来は茶懐石が語源で、ハッスンは長さのことを指し、ハッスン、約24センチ四方の杉製のお盆に主に2品旬の料理を盛り付けたもので、その寸法がそのまま料理名となっています。懐石料理では海の幸、山の幸の料理を数品盛り込んで、季節感を表現した料理をハッスンとしているようですね。
じゃあ京都の鉄杯とは鉄砲和えのことを指します。京都では分け木や貝類を和えることが多いそうです。鉄砲和えの語源は分け木を調理する際にバーンと音が鳴ることから来ているそうですよ。本当に鳴るかは分かりませんけどね。慣れちゃったけど私は。何これ？これ砂糖使ってない。嘘だって感じ。前回のとは段違いだわ。やばい感じ。嘘だこれ。これ本当砂糖使ってないんですよね。怖い。ここまで甘いと。衝撃ですよ。やばい。いやもったいなくて向いていけない。あ、本当に？じゃあ行っちゃおうかなって。違うって。28だったらすごいワクワクする。塩焼きです。立て酢じゃなくて大根おろしに木の芽とうちの土佐さん合わせた木の芽味噌でつけるんじゃなくて乗せて食べるか頭からパクッといってもらって交互に食べてもらったら一番美味しいかなと思います。はい、どうぞ頭からパクッと召し上がってください。お、鮎ですね。懐石料理では欠かせない魚の一つです。季節が進むにつれ稚鮎から成魚、子持ち鮎へと変化していきます。鮎の内臓のほろ苦さがまさに大人の味ですよね。小山とブラックジャックはちょくちょく組んで。でも博多で見たよ。ああ、博多って聞いてください。8月に初めて福岡行くんです。旅行に。旅行にです。初めてですか？初めてなんですよ。そら豆のおまんじゅうです。中に車に入ってます。生姜の香りがすごい。そら豆大好きだ。綺麗な色。綺麗だね。水色って書いてある。綺麗なうぐいす色をしていますね。そら豆まんじゅう。中には車エビが入っていてとろりといただける一品でした。
ね、グルメのその目的来店っていうのがありますから。せっかくね、上から張り上からは素晴らしいです。最後に絶対聞こ見せるちょっとギロッとした目がダメだと思う。それがいいじゃないですか。怖い。それいいですよ。ごめん、こぼれちゃうと思って。こぼれるかな？あと1ミリ、あと1ミリ。1種類増えてるんですけど、この10種類ですね。手前右手からちりめん山椒と真ん中梅じゃこ、釜揚げのしらす、なめたけ、海苔の佃煮、マスのフレーク、からすみと琵琶湖のイワナの子。でこちらが明太子って初めてですよね。前回ありましありましたありました。どや顔してもうた。からし明太子と最後肉味噌です。はい。でも米は後出しなんですけど、今月ちょっと麺も作らはりました。でその手前が桜エビをお山椒で炊いたもの。いきますね。はい、お米はいつもと同じ滋賀県の近江米夢心地です。はい。そうしたらあんまり良くなりました。そうですね。ご飯今日何千円ぐらいいけそうですか？いけます。食べてくださいね。はい、すいません。からすみです。はい、からすみで。僕の方がちょっとまだ弱いぐらいっていう面があって、なんか3割ずつぐらい話していったら、本番がもうその7割をある程度予想でこれ繋いでいってるんで、すごい進むんですよ。めちゃくちゃ楽で。美味しくなっちゃってそう。ありがとうございます。はい。高級ですよね。あんまりですね。はい、どうぞ。はい。お待たせですか？はい。はい、わかりました。人気があるとね、こっちもこっちの感じですね。世界ね。そうですよ。本当ですよね。だけよっていう。その一言がなければもういいんですね。あげなかったら素敵。でも、違いますし、出品する時間違うんで。その方が楽しいです。方が朝早く出て夜遅く帰るのに。もう一緒に行きたい。す
そうっす。好きなタイプ、自立してる子です。で、頭いい。その頭で、話が合うんですね。もうね、楽しい。頭悪いのと、僕結構チャキチャキ系で、僕これ2本目なんですよ。で前回というかもう1種類のやつは、米が違うだけであと全部一緒なんで大体一緒なんですよ。こういうフルーツとか何も食べずにそのままとか、もうここが僕はいいような気がします。料理じゃないです。料理を絶対濃い感じなんですか？カラフル。カラフル。僕の感覚ですけど、僕の感想ですけど。ちょっとピリピリして美味しい。カラフル確かにわかります。料理は僕全然合わない。なんかめちゃくちゃ人気なんですよこれ。本当ですね。メロンジュース。すごい。上の氷はメロンのジュースを凍らせて削ったものです。何メロンなんですか？シャーベット状になってる。そうです。氷ですかね、シャーベットしてまたそう氷に近いよ。あ、本当だ。メロン。すごい。種の周りがやばいなこの人っていう顔が面白くていつもやばいから正直やばいから。最初ねこうちょっとクスッと笑う感じが前回やっちゃったのね私っていうのが大好き。そう大好きそういう人が大好き。やっちゃいましたごめんなさいって感じで今回は改めようと思うんですけどわかります？あれ私全然やってていいと思うしどこでもいいと思う本人がやりたいならしたくないなら全然しなくてもいいしって今月大福マンゴーです。はい。マンゴーマンゴー、はい。で、マンゴーは縦半分に切れてます。またちょっとあったかいですけど、縦パクッと。で、これにもう、これめっちゃ合うと思いますよ、アラマスが。甘みがいいあ、そうですね。ちょっと乳酸っぽい感じもあると思います。マンゴー久々美味しいと思う甘くて。マンゴー美味しくないです。本当に美味しいやつ。ご主人どんどん和菓子職人みたいに海外の人もみんないるからホテルとか得意。すごいですね。ほぼその人でしたそうですね。でも奈良からそれでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。